ローさんって何語来るんですか？2時に来るしたんですか？はい。いや、もしかしたら。はい。それでは、KD 研始めます。今日はパート2の第5回で、奇跡のプロジェクト、代々木とシドニーをめぐってということで、斉藤先生に、講演していただきます。ちょっと久しぶりになってますが、パート2の方は、12月までは、毎月開催していましたけれども、今月からは各月開催になります。なので、パート1とパート2が毎月交互に開催されるということです。で、今、画面の中でちょっと薄い色になっているのは、すでに、終わった回なんですけれども、それぞれ YouTube でアーカイブ配信していますので、見逃した方とか興味のある方は、こちらもご覧ください。前回の復習を少ししたいと思います。前回は、バックミンスター・フラーと、それからスペースフレームの世界の、第2回目ということでした。スペースフレームの誕生と発展というテーマでお話をしていました。例えばですね、世界初のジオデシックドームのイエナのプラネタリウムですとか、それからグラハム・ベルの静止面体の過去ですね。それから、ワックスマンのハンガープロジェクトですとか、それから、スプリット競技場、それからメロンの話なんかもしていただきました。それから日本ですと、国際広場、ポートピアの国際広場ですね。なんかの話もありました。スペースフレームと言いますと、やっぱり、1970年のお祭り広場ですね。なんといっても。それから、スペースフレームですと、ガラスと組み合わせて透明な空間を作るという試みもされていて、ニューヨークのコンベンションセンターですとか、それからジョンソンの、ガラスのカテドラルなんかのお話もしていただきました。それから、日本の鉄骨大加工を開いた人々ということで、フラーですとか、それから坪井先生の晴海、あと内田先生のジオデシックドーム、それから野沢さんのダイヤモンドトラスですとか、鈴木悦郎さんの大成トラス、それから松下さんのダイヤモンドシェルのお話などをしていただきました。建物ですと、両国の国技館ですね。それから、八戸の主炭庫ですね。それから、ゲディオン構造ですとか、それから内田先生の中央電気通信学園の構造などのお話もしていただきました。内田先生のお祝い会の時のお写真ですとか、それから、現場をフラーが一緒に見ている写真なども紹介していただきました。で、この人たちの年代の年表を見てみますと、野沢さんはフラーよりも少し、早い、お生まれで、日本の今、お話に出たような、方々の技術者は世界的な活躍があったということですね。世界的功績があったというご紹介がありました。それから曲面構造の話で言いますと、レデラードームですとか、カストロドーム、それからタコマドーム、あとはエデンプロジェクトなんかの紹介がありました。それから、今度集積に注目しますと、東芝パビリオン、黒川さんの東芝パビリオンですとか、住友の童話館、あとは、比較的新しいのですと、長谷川さんの湘南台ですね、のお話がありました。それから、単層ドラスドームですと、白石の、ハンブルーグの歴史博物館、それから、ポスターの大英博物館のグレートコートの改修なんかでした。
で、一番最後に、今日のお話につながるお話がありまして、20世紀の話題作、代々木とシドニー、それからミュンヘンですね。21世紀の話題作、モントリオール、それから北京の鳥の巣、それからザハの新国立。この6つの建物を、3つのエピソードにカテゴライズして整理をしていますというお話がありました。今日はそのエピソードの1として、代々木とシドニーのお話をしていただきます。では、斉藤先生、お願いいたします。よし、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。お久しぶりです。1月の正月明けに、第5回をやる予定だったんですが、突然、狭心症というのが見つかりまして、待ったなしで、3泊4日の入院をいたしました。で、大変な、心臓の危ない状況だったんですけども、無事、ステントっていうんでしょうかね。なんかバルーンを入れまして、血管を広げていただきまして、30年は若返ったと言われてますが、全部がそうはいかないんで、これからも、仲良く慎重に付き合っていきたいと思います。ということで今日は久しぶりにですね、KD 研パート2をやりますので、私も、楽しみながら話を進めたいなと思っています。で、パート1も順調に話が盛り上がってまいりましたけれども、パート2は空間構造という、特殊ではありますけれども、非常に重要な潮流をたどりたいということで、第5回は前回に続いてですね、スペースフレームの次の私の関心事である代々木に焦点を絞ってですね、少しその周辺の話題を繋いでみようかなというふうな思っております。今、田村さんから代々木とシドニーの2つの感じがありましたけども、できたら、全部5つのプロジェクトを話しちゃいたいなと思うんですけど、時間との勝負です。で、このテーマはですね、前回のフラーの研究というのは、これ実は坪井研究室で私が学んだ、大きな4つのことがあるんですが、RC シェルとバックミスターフラー。でこのフラーのことを話したところ、2回にわたっちゃったということで、今日はその一番下に書いてある代々木についてお話ししたいなというふうに思います。で、ここに5つのですね、建物がありますが、代々木をスタートして、同時代のシドニー、それからミュンヘン、それからモントリオールも近い年代ですが、それから21世紀に入っての北京、トリノス、ザハ・ハディドの新国立というのはですね、世界がこのスケールと、それから造形的迫力にですね、圧倒された話題の5つをですね、取り上げまして、その話を何か一つの見方としてくくってみたらどんなことができるかということで、3つのエピソードをやりたいということで、ちょっとエピソードがどんな風にするかをお付き合い願いたいと思いますが、この絵をちょっと頭の中に描いていただきたいと思います。で、今振り返りますと、坪井先生は約私と30年違うんですね、年齢が。で、先生が亡くなって、30年近く経ちますが、亡くなったのは83歳。でも大変なご年配だと思ってるんですが、私は今年同じ年になりまして、今日若い人も見えますが、相当年配に見えるんだ。というようなことで、複雑な感じなんですが、まだしばらく、元気にやりたいなと思っています。で、この愛媛とか晴海については前にご説明しましたので、繰り返しはないんですが、鉄筋コンクリートから、立体的なスペースフレームの時代に入ったわけですが、先生の業績と私の関係をちょっと振り返ってみたいと思うんですが、先生が、東大に、残られたのは、1907年の生まれですから、44歳の時ですね、教授になりまして、60歳まで、いたわけで、約17年間、東大の教授だということで、私は1960年ぐらいですから、その後半のところに、いろいろご指示いただいたんです。
で、大変短い時間なんですが、17年間という短い中で、先生が設計をですね、かなり熱心にやられたのは、1953年の広島の児童館。でこの2年前の51年が例のリーダースダイジェストの事件というのが話題がありまして、坪井先生もですね、先頭に立って、ワイドリンガーと論戦を戦わせたわけです。その2年後に広島が始まったという、大変ドラマチックな時間なんですが、そこから辿りますと、約12年間でですね、ご覧のようなたくさんの作品を、丹下さんと思いなんですが、共同しております。で、その中に、1964年の今日の東京国立代々木競技場があるというような位置づけになるかと思います。で、香川県庁のような高層建築も手掛けられてですね、これも重要文化財になったり、それから電通のようなですね、すごいチャレンジングな高層建築も、丹下さん手がいたということにですね、今更驚かされるわけです。で、今私、たまたまご覧になりますか、ちょっとこれバッジをつけているんですけども、これは、ここにスケッチにあります、秋元さんのスケッチですが、豪華という建物が、作られた年代なんですね。で今、このバッジはその階段室のタイルをちょっとアクセスに作ってもらったのをつけております。なんでつけてるかっていうのは、ここに理由がいろいろあるんですが、出来事としては貿易センターがですね、晴海ドームができたり、それから五王館が竣工した年でもあったり、安保闘争がすごいうねりを見せた年、それから東京五輪の前回が、招致が決定したという、そんな思い出もありますが、シドニーオペラハウスもこの年に着工されています。いろんな出来事があるんですが、私が一番やっぱり今日的に意味のあるのは、この坪井先生がですね、この59年、52歳の時にですね、外遊されたということなんですね。で先生にとっては多分長期の外遊は初めてだと思うんですが、欧米に4ヶ月半ぐらい、4ヶ月ぐらい行っていらっしゃるんですね。で、その中で真っ先に駆けつけたのが、デンマークのウッソンの事務所だった。で、ここでそのオブアルトの運命的な出会いがあってですね。で、そういう紹介もあって、第1回の IASS、これエドワード・トロが創立したその年の第1回に出席されたと。で、実はこれが、先生が海外に、目を向けると同時に、日本に国際的な視点をですね、植え付けた、非常に大きな僕は出来事だと思うんですね。ですから、そんなことを忘れないためにも、今バッジをつけて、私のエンジンになっておりますが、この59年というのはちょっと記憶していただけるとありがたいなと。で、構造とデザインを勉強したいなんていう夢みたいなこと言って入ったんですが、当時の坪井健は、自分積分ができないとダメだということで大変苦労したんです。幸い川口先生とかですね、大変素晴らしい先輩に恵まれて、3年間を過ごすことができました。で、特に、大学院の1年生、今日大学院の日大の学生何人か見えてますけど、ちょうど君たちと同じ年代の1年生の秋にですね、実はこの代々木との巡り合いっていうのが起きまして、何度か話しておりますが、1964年の東京オリンピックをですね、なんとか成功させようということで、戦後復興間もないんですけども、とにかく日本の力を世界に見せようじゃないかということで、丹下さんが指名されまして、坪井健が丹下さんに、呼ばれたということです。で、この時にですね、いろいろ、スペースストラクチャーという空間構造の話題が増えてきつつあったんですが、さっき言いましたように RC のシェルはたくさんできましたし、鉄骨構造もかなり実現性が高まった。そうすると次は何だろうっていうことに当然なるわけです。これは季節してですね、丹下事務所も坪井研究室も次はテンションだと。テンション構造が次のやっぱりチャレンジングテーマだということでなんとなく流れてたんですね。で、当時出版されました建築文化、これ磯崎さんたちが中心になってやったんですが、建築の可能性というのことかなり面白く展開してくれましたけども、まだそれほどテンションが中心だという話題にはなっておりません。それから同じ頃出した建築という雑誌の中で坪井先生の特集がありまして、山本学士さんなんかも素晴らしい文章を書いておりますが、
この時代もまだ RC の世界っていうのがどちらかというと話題の中心になったり。そんなような大変動きの激しい時代だったんだと思うんですね。で、そんなことでスタートした、キックオフがですね、N1 の冬の12月に多分あったと思うんですが、そこで言われたのは、とにかく正月を返上して、それぞれが案を考えるということで、いろんな模型を作ったりしました。で、持ち寄った案が20個ぐらいあったような気もするんですが、もうだいぶ昔なんで、ちょっと怪しいんですが、上にある、丹下事務所のいろんな案の中のいくつかですが、これをよーく見ますとですね、いくつか面白いことが起きます。で、一つはですね、ずっと模型どんどんディスカッションで落とされてるんですが、最後に残ったのは、下の段、真ん中の段のですね、吊り屋根の案と、それから屋根がたくさん集まった集合したような案ですね。こういう分節化した屋根を集めるっていうのは、これ磯崎さんが海外の留学生と組んだんで、磯崎さんの案と神谷さんの案が残ったということなんですね。で、これで最後は、渦巻きのような巴型が残るんですが、これを機に磯崎さんは、代々木にはあんまり関係しなくなっちゃったってね、なんかいろいろ話もありそうなんです。もう一つ面白いのは、左の方にあるのがですね、これ、木の葉型って言うんですが、スタンドがずーっと持ち上がってた中に、中央の一番先端のところに、メインワイヤーみたいなのを巡らせるという、こういう案が、結構、話題としては集まってましたね。スタンドと屋根構造を一緒にしようという。そんなことで議論していくうちに、一番右の、いわゆるずらし巴というのが、残っていってですね、これも丹下さんがこれやれっていうふうなことは、記憶はないんですけども、だんだん主役になってきます。で、その中でですね、これ坪井県で作った案なんですけども、こんなちょっと船型の案を作った記憶がございますが、で、実はこれはよく見ると、なんか香川の体感に、流れていったんじゃないか。で、実は代々木やってる時に香川の体育館も設計してましたし、これ岡本剛さんです。それから東京カテドラルもやったわけですから、この短い期間にですね、これだけすごい仕事を、やり続けたということと、坪井県もこんなことを一生懸命やったんだっていうちょっと思い出が蘇ってまいります。で、二つともの話っていうのは非常に有名な話ですが、要するに相対するこういうアリーナだと、競争的な雰囲気になるし、コロシアムにおいて丸だと、何か、メリハリがないだろう。なんか新しい工夫がないかということで、真ん中を切ってですね、これをずらすということですが、神谷さんの話なんかを垣間聞きますと、いろんな意味があるんですけども、例えば建築と都市であるとかですね、それから開かれてはいるけど閉じられた、そういう新しい空間を作る。そういう空間と構造を感じる。もう一つ、神谷さんが主張されたのは、これは避難ですね。いかに問題が起きたときに簡単に避難できるかということで、こういうことを作ったということも強調されています。で、それがなんか議論の中にいつの間にか生まれたような感じもしますが、実は丹下さんのノートなんか見ますと、丹下さん自身はもうしっかりそういう方向性をもうウォッチしてたということはわかります。で、そういういろんな案の中でですね、やっぱり坪井家もいろいろ基本構想の段階でディスカッションしてたわけですが、これはどなたのスケッチかはちょっとわかんないんですが、川口先生か那須川さんか誰かだと思うんですが、こういう中でさっき言ったこの葉型というのが、やっぱりかなりディスカッションされた。で、それによって生まれる局面がいかに難しいかっていうのはもう右の図でもわかるんですが、押さえワイヤーが効きそうもないなっていう感じはよくわかりますよね。で、一方、左下の図は、まだ、この葉のメインワイヤーが一本の状態でですね、でもそこには開かれたスタジアムの、なんか、イメージっていうのが出ている。大変迷いながらいろんなことをスタディットしたっていうのがわかるかと思います。で、これを見ますと、やっぱり押さえ綱がですね、やっぱり、効かないんだろうなっていうのは、なんとなく、簡単なスケッチではわかるんじゃないかと思うんですよね。これはこの後ほど書かれた川口先生の図面なんですが、下の方がロープだけで作られたものですけど、やっぱり釣り綱が途中で落ち込んじゃって押さえが全く浮いてしまうのがよくわかりますし、それをセミリジドな釣り構造でやるということも、なんとなく納得できるんじゃないか。
で、そんなことをですね、私は今回は一つの大きいテーマとして感じたんで、特に、お話したいと思うんですが、これは丹下健三方の本の中で、ウルテックの岡本浩一郎さんが喋ってる文章が非常に気になって、ちょっと取り上げたんですが、これは後年のインタビュー、対談で話されたことなんですが、岡村さんがですね、言ってるのはですね、これ真ん中にあるんですが、1月か2月という言葉があるんですね。でこれはオリンピックのその基本構想が始まったのは、1月ぐらいから本格的になったんですが、その時はまださっきの模型のような状態で、まだ全然見えなかったんですが、大体基本構想が終わって、実際のゼネコンにこう渡っている清水建設ですが、渡っているのが次の年の1月か2月だと思うんですよね。だからその実績が終わった状態でも、まだ果たしてこれがうまくいくかどうか、よくわかんない状態だっていうのを、まあ、くしくも語っているような気がするんですね。で、まあ、いざとなったら、構造が言うように、境界構造をもう一回考え直さなくちゃいけないんじゃないかな、みたいなこともこう書いてありましてですね。まあ、当時のその不安を持ってた方々のですね、そういうテーマっていうのが非常にこう、垣間見える文章だなというふうに思います。まあ、そんなことで当然このテーマっていうのは、坪井家にとっても一番大きいテーマで、まあ、小さい模型も作ったんですけども、これは30分の1の大きい模型ですが、左上はワイヤーだけで作られたもので、押さえケーブルが1本見えますが、もう真ん中にほとんどストレートで、ほとんど押さえ効果がない。それから丹下さんも、これは屋根の造形としても、こんな丸い感じはダメだろうということで、シャープさを求める中で、まあ、保護材である天井のですね、鉄骨をまあ構造図しようというアイデアを、まあ、川木先生が出されて、そういう先生も、それがいいだろうということになる。で、ウルテックもまあそういう方向で進んできた。で、これは路線で、3年ぐらい前ですかね、千葉工大の多田さんの研究室作った学生さんたちの模型ですが、まあ、これを見てもわかるように、左の模型は、メインケーブルの周辺がもう押さえがまっすぐですよね。全然押さえが効いてないのは、もう簡単なことでわかる。ということで、すごくシンプルな問題がですね、なかなか解けないまんまですね、ずっと実績が進んでいたという事実がですね、大変、まあ、ある種の、まあ、奇跡を生んだですね、大きなテーマかと思います。まあ、しかしそれを乗り越えてですね、非常にいろんな努力をされまして、とにかくこの屋根が出来上がっているわけですが、まあ、丹下健三さんの展覧会何かありますが、やっぱりその、フォーカスされるのはこの吊り鉄骨の、あるいは屋根面のですね、この、まあ、造形と構造との接点ですね。まあ、これをどう作るかということが、まあ、屋根仕上げっていうのは常に難しいんですけども、そういうものを鉄板でやりながら、温度、応力とかですね、水じまいということをどう考えるかということをですね、必死にこう取り組んでいたがわかる。特にファブとのですね、共同っていうのは相当なもんだと思いますし、まあ、曲げ応力の大きい、カーブの強いところをですね、デプスを強くして、それがこう造形的にも生かされているということがよくわかりますし、まあ、こうすると、押さえケーブルがちゃんとこう伝わっていってですね、まあ、かなり曲率は小さいんですけども、まあ、鉄骨を抑える役割もしてるんではないかということが。で、まあ、ケーブルのクランプなんかもよくできているんですが、ただ、押さえケーブルはこう平らだとうまく水平でバランスしてるんですが、こう傾いた角度で入ってくるとですね、その放線方向に力っていうのは働くんですけど、そのエッジ口がこうねじる力がかなり出てくるんじゃないかとね。それはなかなか具体的にどうやったかっていうのは、まだ私もよくわかりませんし、わかんないことだらけなんですが、例えばこのスリテックスも本当はどういうジオメトリーできてた。で、曲げがこう発生するっていうのは、いわゆる連力曲線とその距離の変身率によって、変身の大きさによって曲げが出ると分かりやすいんですけど、じゃあどういうこの局面を定義された。まあなかなか分かりませんが、まあこういうこともこれから少しずつ村田さんなんかに聞きながらですね、もう一度勉強したいと。まあいずれにしてもそういうことで釣り鉄骨になった時に初めて届きの問題っていうのが出てきて、で、ちょうどそれを三品構造して置き換えることによってですね、曲げモーメントのゼロの点と届きのものをうまくやったという。なかなか面白いと。で、カテナリーという言葉もよくあるんですけども、これ難しいんですよね。左上の写真なんかもですね、
自重の方向は延直、下なんですけど、押さえケーブルってのはどっちかというと放線方向にやってるんです。じゃあ、どの力で決めてるか。なかなか難しい。で、押さえケーブルってのは一般には、20% ぐらいの押さえ力って言ってるんですけど、これをどういうふうに形として落とすかっていうのはね、非常に難しいんですけども、でも出来上がるのは、そういう、様々な難題を抱えながらもですね、実に素晴らしい迫力のある、屋根である。しかもそこにリブがですね、しっかりこう出ているところがですね、曲げモーメントをうまく利用しながら、デプスの大きい、鉄骨張りをですね、うまく表現しているということがよくわかるかと思います。これ ISS を1971年の時の見学ツアーをしたんですね。で、これを上空からぜひ見たいということで、1989年にセスナをチャーターして見たんですけど、これはクレジットのこともあって、よく行って撮れてよかったなと思うんですけども。でもさっき言ったですね、やっぱり真ん中辺が少し平らっぽくなってるって、やっぱりこう水が溜まる感じがするんですよね。上から見ると、どうもここはやっぱり錆がどうしても出るように、なかなか乾きが遅いんだね。でしかもリブがあるから、ちょっと水の流れがね、悪いんだ。そういうこともありますが、それはメンテナンスをそれをやっていけばいい話で、ただそういうところがあるっていうことは非常に重要なことだろうというふうに思います。若戸和紙の芯とかですね、非常によくわかりますね。で、そういう川っていうんですかね、サーフェスを全部取り外しますと、まさに構造空間が生まれるわけで、建築形態とか建築空間と構造空間とはですね、本当にこう一体になって、お互いに、融合していることがですね、非常にこの二つの絵からわかるんじゃないか。で、しかもあれだけの複雑な力の流れをですね、こういう自重に関しては自定式の圧縮とテンションだけでこう自立させているということであると。あるいはこれだけの大きな広がりのあったスタジアムの地震力をですね、一体どうやって当時解いたかっていう。この辺もいろんな話をお聞きしたこともありますけども、ある種の設計者は勘って言うんでしょうかね。そういう全体のバランスを見ながら、こう、手計算で解いていったという、当時のエンジニアたちのですね、素晴らしいこの、冴え渡った、設計力というのは本当に今でも感心いたします。いずれにしてもメインロープをこう開いたというところがですね、音響的にも内部空間でも構造でも非常に大きいんですが、構造的に言うとですね、私一番面白いのはやっぱりこのメインケーブルを入れてそこに大きな力を集めることによって、サイドのツリー構造の部分が非常にスパンが小さくなったんですよね。で、二つの柱は190メーターぐらいあるわけです非常に大きいんですけど、これを二つに分けて開くことによってスパンが50メーターぐらいになっている。50メーターのテンション構造なんです。そこに問題をうまく持っていったということが大成功というふうに思うんですね。そんなことで、第一体感も、素晴らしいですけども、同じコンセプチュアルなデザインでですね、やっぱり一本のメインケーブル、これはケーブルじゃなくてパイプになってますけども、それを電力図に合わせてですね、一体的な形でこう描いていったというあたりでですね、これ川本さんが中心にやりましたが、素晴らしい映画だろうと思います。これは作品としてはもういろんな評価がありますので、詳しく今日はできませんが、当時の丹下さんも40代、坪井先生が54ぐらいですかね。あと神谷さん、早稲田の設備の井上さんですね。この4人が中心になって進めたという傑作である。で、こんなすごい仕事をですね、しかも丹下さんはその当時、香川もやってましたし、カテドラもやったし、坪井県もカテドラをやって、代々木あって、しかも後で述べる、下関の体育館も実は同じ時期やってるんですよね。で、よく見ますと、坪井県が15名ぐらいメンバーとして、雑誌に載せさせてもらいまして、私の下から2人目にかろうじて、陰性として名前を入れさせてもらって、今でも大変嬉しいんですけどね。実際に設計できる人は7、8人なんですよ。で、あとの7、8人は、要するに研究者。それがこう、両方がチームを作ってるんで、たったそれだけなんですよね、人数がね。で、それをこれだけやったっていう、しかもコンピューターないわけですから。今でも、これも奇跡の一つだろうというふうに思います。今、ここに手回しの計算機が、認知の人のそこの横にありますけど、それをとにかく回して、加減上場しかできないわけですから。それでやったというですね。これサプライズですね。
これは、わかる人は、和田さんはわかる、半田さんは和田さんあたりはわかると思いますが、アラン・ドロンと言ってですね、私と3つぐらい違うんですかね、先輩なんですけど。すごい、もうフランスのね、名優太陽がいっぱいいて、音楽も素晴らしいですね。で、彼はなんで彼がかというとですね、実はその、代々木の設計管理はですね、昔、今の国交省ですね、がやってたんですね。で、国からもメンバーかなり入ってまして、もうみんなすごい優秀な方ばっかりですね、いたんです。その中の一人に、私の、先輩のですね、内田さんっていうのがおりまして、彼がですね、この間も会ってインタビューしましたが、語ってくれたんですよね。そしたら、何が一番印象的だったですかって言ったら、アラン・ドロンが現場に来てくれたってことなんですね。なんでまあ、とにかくね、何にも描くらしいですね、現場に来たって言うんです。で、現場はもう急ピッチで、1年8ヶ月ぐらい施工期間ないわけですから、もう誰も入れない方なんですよね。ところがアラン・ドロンは直接なんか次の人と来たらしいんです。もう所長はびっくりになっちゃってですね、どうぞどうぞということになっちゃったらしいんですよ。アランドがヘルメットかぶってですね、屋根の上まで登ったそうです。で、その見た後もですね、職員のみんなにすごい、丁寧に挨拶。あんなに謙虚な名優はいないということでですね、非常に感激しておりました。そんな話がありました。もう、ちょっと病院に入ってるかもしれませんが、大変な年配になっています。まあ、それぐらい、ヨーロッパからの客人が熱狂するぐらいの、まあ、熱量がですね、代々木にあったんじゃないかというふうに思います。まあ、いろんな改修をですね、随分重ねて、最近また大改修やっとできたと思うんですが、まあ、重要文化財にもやっとなりましたし、まあ、次のステップはいよいよ世界遺産だということだろうと思うんですが、まあ、新しい、近代建築の新しい1960年以降だと、シドニーのオペラハウス、今日の話題のもう一つシドニーのオペラハウスがありますが、それに続いてですね、代々木がなれれば、まあ、素晴らしいことじゃないか。で、この時の推薦文の中でもですね、とにかく、すごくいいことを書いてまして、とにかく戦後建築の金字塔というような推薦文をですね、書いてもらったということで、まさにそれに値するんではないかというふうに思います。ということは、その3年ぐらいの間、この3つの建築を谷さんのところで、まあそのうち2つを坪井家にやったと。で、それだけ評価されている一方、香川県立体育館が何か風前の灯火だという、非常に厳しい状況が今あるわけです。この間も、クラウドファンディングないですけども、そういう、やってましたけども、10件ぐらいのいろいろ応募案があって、それを受け付けたっていうことですが、どういうふうな内容が出てきたか、ちゃんとつまびらかに、やはり、報告してほしいなという思いがすごくあります。この行方はですね、みんなでウォッチにしていかなくちゃいけない。で、屋根の上にも登らせてくれまして、遠く左の、非常に遠くの方にちょうど、スカイツリーが今建設中ですね。ちょうど向こうのように見えます。だいぶ前なんですよ。まあ、これ屋上に登ったり。それから上から見ますと、明治神宮がちょうど北の方向にあるんですよ。それを越えて、新宿の風景がすごくドラマチックに。で、ずっとクローズアップすると、丹下健三さんのお父さんに対して息子さんの則明さんの、古墳タワーのね、一番、まあ、親子が共演する姿。ちょっと見える。面白い。まあ、そんなことで、まあ、代々木そのものはですね、もう建築家の方々もすごい皆さん、これを契機に建築家になったという方もいっぱいおりますが、上から作品にしてもいろんな評価ありますが、私が一番、この書いてある以外にっていうか、一番やっぱりウォッチしたいのは、ここからもらったものって一番下のやっぱり人間力ということじゃないかと思うんですね。やっぱりこういう、さっきもありましたが、非常に難しいところに、しかも時間が全くもうない、3年切ってる時間からですね、基本コースを始めたわけです。そこからまだ見えない世界に未知への挑戦を夢見たっていうんですかね、やろうという。
その当時の丹下さんを筆頭にですね、皆さんの気力、それから難関がどんどん来るのをですね、やっぱり知恵を絞って、それを成し遂げていくっていうことですかね。そういうあたりがですね、やっぱり一番大きな財産じゃないかというふうに思います。それからもう一つ、我々の、研究室って、私はもう卒業者、今日宮沢さんもいますけど、研究室としてはもう大きな2つのテーマをもらいまして、その一つは空間構造という、そういう世界ですね。もう一つはテンション構造という世界です。で、これだけのケーブルを、いきなりここで大胆に使ったっていうことはあんまりないんですけども、やっぱりそのケーブル構造っていうのがどういうふうに発展するかっていうのはずっと私ももう50年間ウォッチしてるんです。で、代々木も終わってもですね、すぐに研究会っていうのを高校度協会に立ち上げまして、約13年間、坪井先生が委員長をされている。で、ここで当時の世界の状況であるとか、研究室でやった実験であるとかですね、いろんな事例を載せていますが、今の日本の状況は、ここの時代から一歩も出てない状況はしますのでね、せっかくのこういう新しいっていうかね、マテリアル、素晴らしいマテリアル、膜構造もそうですけども、やっぱりテンションの世界っていうのは、せっかく領域から投げかけられたテーマなんで、ぜひつなげてみたらというふうに思います。何分ぐらいだった？何時間やったんですか？やばいな。ということで、次のシドニーに行きたいと思うんですが、これはさっき申し上げました1959年に、コペンハーゲンのウッソンの事務所で、アロプと会ったということがですね、もうすでにシドニーとのつながりを予感させるんですが、まだシドニーはこの時は悪戦苦闘でですね、1957年ですから、ポンペイ勝ってまだ2年目ぐらいの状況の時ですね。ですから当時は本当に、まだ、こちらもまだよく見えない世界がですね、展開されていたんだろうと思います。ご承知のように、アロップは大きな会社に勤めてから、50歳ぐらいからですね、事務所を立ち上げたという由来がありますけども、彼のトータルアーキテクチャっていうのは、今度、アロップが新しい本を作りましたので、それをぜひ見ていただければ、その後の展開っていうのはわかりますが、ただアロップの作り上げた理念っていうんでしょうかね。それは連綿と繋がれていて、このアロップとシドニーというようなことがないとですね、今の建築も、世界も変わってたんじゃないかという、小川さんもちょっと書いてますが、そういうような形、評価はですね、非常に重要だと思います。これは世界の構造デザインアップに詳しく出てますので、ぜひ学生諸君も見てください。ボブ・アロップはこれ知らないとちょっとまずいですからね。で、エンジニアだけども近代建築思想にものすごく大きな関心を持って進めた人です。で、その一つの代表作が、ペンギンプールですね。これもまだ現存してますけれども、どんな使われ方かはちょっとわからないですね。で、私は1970年にたまたま海外旅行の機会を得ましたんで、真っ先にアロプーに駆けつけました。で、1972年ですから、ちょうど50年前ですね。ちょうど50年前。アロプは77歳だったんですね、当時。で、後ろにあるシドニーのオペラハウスの模型がありますけど、ちょうどできたばっかり、でも完成間際の、その時にアロプにあります。私よりも6歳も若いんだよね、この時ね。その時はもうすごい大先輩で言われました。でも、アルプの、もう悠々たる、事務所を見回す優しさと厳しさの目線を感じておりました。で、アルプに紹介してもらいまして、その3日4日後に、冬のヨーロッパから夏のシドニーに飛びまして、飛行機から見えるですね、このシドニー湾の美しさですね、これを本当に圧倒されました。絵も描いたりしましたけど、ちょうど工事中のクレーンがまだ上がってまして、あと半年で完成というところですね。これは本当記念すべきタイミングだったと思うんですよね。で、半年後の、開会式には、ついにウッソンは、これは来なかった。これはあったって来なかったですね。で、丸いシェルに見えますけど、実際にはこういう、三品アーチ的なですね、ボールト構造ですね。こちらから見る景色ってなかなか見えないんです。非常にシャープな印象を得ております。
で、まあ見る角度によって本当にこう姿を変えるので、それが楽しくてですね、もう時間も刻々と変わりますと、シェルの姿もどんどん変わってきます。で、まあ、本編の時はもっと、寝てるっていうんですか、滑らかな曲線ですけど、それ立ち上がったんで、気に食わないっていう人が随分いますけど、いや、私は結構、いいなと思いますね。で、これがまあ、バラバラのシェルを実は大きい加工でくぐってですね、大加工でできてるんですか。で昨日山田さん、誠一郎さんと電話したら、先生、これは、サーリネンと TWA も同じですねって言われて、あ、そういや、そうだなって思ったんですけど、ただサーリネンの方が後ですから、コンペの審査員やったのはサーリネンですから、サーリネンがまあ真似したというか、いけるなと思ったと思うんで、まあ、二人も、サーリネンがいなければ、これも選ばれなかったっていうんで、選考委員は非常に重要ですね。で、内部はやっぱり素晴らしくて、レストランから海側と街の側が見えますし、だからキャンティレバーみたいに見えるんですけど、支柱がないわけですね。どこにも支柱がない。こういう構造の非常にシンプルな単純張りをうまく使った構造形式なんかも非常に面白いですね。だから先日、シドニーの話を、神田さんが、ここでフォーラムやってくれましたけども、その時に高松さんがシドニーから参加してくれました。で、大改修が相当な予算をかけて、やられたって話を聞きまして、まあ良かったと思います。ただ、三上さんが前から言ってます、シドニーの未完の未成の、未成熟っていうか、未完のモニュメントだってよく言われてるんですけど、やっぱりこのオペラハウスである本来の、姿っていうんですか、内部構造ですね。これがまあコンサートに変わっちゃったりするんですけども、中のそのデザインもやっぱりそこまでは手入れはなかったんです。まあその辺の嘘をなぜやめたかっていう話も実は、こういうインテリアまでも関係しているというですね、そういう物語もとても大事だと。ただまあそれをリブにしてですね、プレキャストにするというのもですね、外から伺いしないちょっとゴシップのようなですね、こういうリブ構造も素晴らしいですし、ポストテンションを全部占めてるんですが、そういうディテールも全部デザイン化されてますから、まあ、こういうところにも目を向けていただけるとありがたい。で当時はこういうフリーハンドをですね、こう、ひたすら模型を作ったりしたんですよ。まあ、最初はシェルって何でもできる神様みたいな状態でですね、受け取られた面もあるんですね。ですから、こういうのができないのだと誰も夢にも思わなかった嫌いもあるんですが、実はアルプの中でもやっぱりジェンキンさんというものすごいシェルの大家がいまして、そういう先生も尊敬されたんです。だから彼に任せればいいんだろうという風潮もあったと思うんですね。でも、もう実験をやっても理論でやるってもとても無理だということで、ここが一つ難儀をした一つの接点だったんですね。だから最初はちょっとエンジニアもある種過信した面があるというようなことは、ちょっと、まあ、反論があるかもしれない。私は思います。でもやがてやっぱりそれが無理だということで、リブ構造ということで、まあ卵からこうセンスに変わるんですけど、これは嘘もすごく気に入ってですね、リブでもいいよと。変に鉄板の上に皮を貼り付ければこっちのいいよということなんですが、まあしかし、コンペから16年かかったわけですが、最初の3、4年っていうのはやっぱりものすごい、ドラマがあってですね、構造形式を持ついろんなことを考えるわけですね。で、やっぱりそこから、まあ、4、5年経ってやっと、まあ、リブ、しかもプレイキャスト、それから球面というアイデアがですね、浮かんだわけで。当時はもう、ウッソンも、アルプもですね、もう、そろそろ引退に近いんだと思うんですが、部下にやらしてですね、そこから少し身を引いてあげたときに、このダラム東京っていうのをやってですね、まあ、傑作を生んだという話題もあると。まあ、いずれにしても、球面のプレイキャストのタイルをどう打ち込むかっていうのは、構造をどう実現するかと、もうほとんど同じぐらい重要だったんですよね。だからプレイキャストを考えるときに、やっぱり、球面の曲率は一定だというところにたどり着いた、やっぱりジオメトリーの発見っていうのを、1961年夏に、ウッソンがある時、まあ、見つけたということが事実らしいんですが、まあ、これが一つのブレイクスルーっていうんですよね。すべてを解決した。その一瞬のひらめきが、アルコもですね、賛同して動いたという。
そういう軌跡をお嬢さんのリン・ウッソンが彫刻として今も広場の中で飾ってありますから、ぜひこれを触れていただけたらと思います。とは言いながらですね、同じ球面から描きながらも、でもこれをプレキャストでこう作っているということの作業というのは、並々ならないんでしょうが、特にこのタイル割りですね。これはもう本当にもう圧巻です、これは。で、太陽がですね、7つのこう球面をポッポンと動いている様子も面白いんですが、このタイル割りを含めて屋根の主なデザインを担当したのが三上さんということで、それは三上さんがいなかったら間に合わなかったんじゃないかというふうにも言われるぐらい、三上さんがアロコの中のですね、非常に重要な役割を果たしてくれたということを、その後の人たちも語ってくれました。三上さんは私より6つ7つ上の方で昨年亡くなられてしまったと思うんですが、三上さんの素晴らしい本も出てますので、ぜひ、村井さんのですね、写真と一緒に楽しんでもらえればと思います。で、三上さんは前川事務所にいて、で、万博でブラッセルですかね、で、終わった後、ウッソの事務所にしばらくいたんですね。だけど、球面の話も含めたので、アロクの事務所来てくれということでアロクに。それで、ダラムの東京なんかも手伝って日本に1958年に帰ってきた。で、そのタイミングで私はお会いできて、で、その後の海外旅行も三上さんに紹介状書いてもらいましたら、もうすごい、ウェルカムしてもらったんで、もう三上さんが我々の一番重要な人であったような気もいたします。施工もいろいろ考えてですね、これ3ヒンジで伸び縮む施工法なども開発されました。こういう模型をやっちゃいけないなと思うんですが、レゴで作れってんで、今そこに置いてありますけど、こういうのは無理ですよね。やんない方がいいですね、こういうの。そういうのと、研究室で作った、紙で作った二重直立を、実現したんかと思うような不思議な模型はそこにありますけども、これはよくできましたね。とってもよくできてる。で、これは安堵店で、安田さんたちと、仙台メディアテイク持ってった時に、女の子がこのジオメトリーにもう見せられてしまって、何度も何度もお母さんの手を離れてはここへ来て、なんか嘘になったような気分で楽しんでました。面白いですね。いつかパパに連れてってもらおうねってお母さんが言ってます。ということで、代々木とシドニーっていうのはですね、いろいろ青写真も坪井研究所私見たこともあります。1961年ぐらいに。そこからは順調に動いたんですが、残念ながら、ウッソンはもうクビになっちゃったんですね、その頃はね。ということで、坪井先生は代々木を完成させたんで、もうすごい自信に満ちたからです。ウッソンはもう泣いてる。ちょっとね、ちょっとかわいそう。ジェームス・ディーンというのが呼んでるんです。坪井義明さんが提供してくれました。いろんな話がございます。いずれにしても、このシドニープラウスを見事16年かかって、最後まで、サポートしたっていう、やっぱりアロプの仕事っていうのは、その後の世界を席巻して、様々な新しい建築をですね、建築家とともに作ったということは皆さんもと思います。でも新間際でもアロプは自分のやっぱり最大の傑作はやっぱりダラムの東京だった。で、これを安藤天皇2008年の時に初めて展示しましたら、三上さんが車椅子で来るかと思ったんですが、頑張って来てくれまして。何やってるかっていうと、橋をこれ回転して、陸で作って回転させて川の上でジョイントしたんですよね。だからその回転の方向が気に違うよってね、一生懸命直してくれてるところなんですね。でも、これが三上さんが非常に愛情のあふれる目線で言っております。そんなことで、アルプと私1972年からずっとお付き合いが始まって、今日もありますが、3回ぐらいレクチャーをやってもらいまして、30年ぐらい前は今の社長である小栗さんもいますし、竹内さんも
いたりですね。それから当時の日本担当の、シアーズさんとか、バッチェラーさん、伊藤豊代さんもいますね。ということで、最後の講演には和田先生にも来てもらったり。ということで、大変アロプではですね、ある意味は日本が学んだことが多かった。もうアロプその人と会った人ってのは私しかもういないようなんですが、ぜひ、アロプジャパンの活動を見てもらいたい。ということで、エピソード1が終わったんです。終わったんですが、何を言いたいかっていうとこういうことなんです。要するに、代々木とシドニーの共同の仕方っていうのはアーキテクト、エンジニアリング、都市と建築、技術が結ばれてるとかいろいろあるんですよ。奇跡って一体何だろうかというとですね、代々木はとにかく2年8ヶ月しかないんですね、設計設計。逆にシドニーはなんと16年もある。だからそこが比較大したこと。大したと比較できないんですけど、やっぱりさっき言った川口先生のセミリジドの発想とそれを進めた坪井先生。もう一瞬のひらめきであるし、ウッソン・タルプが進めた球面上トリーもこれも一瞬のひらめきだ。コンピューターが答えてくれたわけじゃない。この一瞬のひらめきがなかったら二つとも実現しなかったから。というぐらいの、やっぱり人間の発想力っていうのね、すごいなという、この大きな壮大なプロジェクトの陰にそういうものがあるということをぜひ分かってほしいということです。ということで、エピソード3に行きたいですね。エピソード3は、今のエピソード1に加えてミュンヘンを入れたいというふうに思っています。で、実はミュンヘンは、今度は、主役は、フライオットとかですね、あるいはヨルクシュライ氏があるんですけども、これもいろんなドラマがありまして、アロプの最初に訪ねた後、ミュンヘンに行きまして、こっちは今度逆にできたばっかりの1970年夏のオリンピックが終わってすぐに行きました。そうするともう非常にこのメカニカルな、構造表現っていうんですかね、そういうものに対して、周りの水とか緑、公園がですね、実にこうハーモナイズされてました。やっぱりこういう環境でこの建物がやっぱりあるんだなということがとってもよく分かったんですね。で、これは航空写真じゃなくて展望塔からよく見える右下の写真ですね。いかに大きいかっていうのは左上の人物が写ってますので、これで想像してください。で、何年か前にも大勢で訪ねましたけども、やっぱり今見ても全く古くない素晴らしい迫力です。ですが、ここでですね、また、先輩たちの言葉をちょっと皆さんに伝えておいてもいいんですが、川口先生の言葉はいくつか紹介してますが、これ川口先生が岡村さんと同じ本の中で語っているんですけども、これ若い人にっていうことでですね、一生懸命力を込めて言ってるんですが、若い人は我々に言ってるんだと思うんですね。で、どうもドイツの連中は、代々木よりもそのミュンヘンの方がすごいって言ってると。面白くない。そう違うじゃない。ミュンヘンは、フライオットの世界をコンピューターの力、あるいは施工の技術をやれば出来上がっていく、そういうものであるけども、代々木は絶対ヨーロッパの人にはできない。日本の文化とか、そういうことに対する一種の日本人ならの、やっぱり一つの建築空間である。だから、ミュンヘンよりも代々木の方が本当は評価されなくちゃいけないんだっていうことを言っても、僕らもそう思いますから、別にそれ、どっちが上だっていうふうには思わないで、別のそれはあり方だと思うんです。でも、川口先生は熱いですから、そのことを再々言ってました。お前らはぼーっとしてる場合じゃねえぞというようなことをここで書かれてるんで、例えばゆっくり読んでください。なんかそういうこと言われたんですかね、誰かに。俺はそんなこと全然思いますけどね。で、言われているように、確かにフライオットがずっと追い求めていた、軽量構造の世界ですね。特にテント構造から生まれた、オットの世界がだんだん規模を大きくしててですね、それから、ミニマムサーフェスということで実験からも求められている大魅力的な世界が、あるわけですね。ただそれを具体化するためにはやっぱりどういうふうに実際にディテールをするかということは大変いろんなテーマがあると思いますし、
で、ミュンヘンの前にやっぱりモントリオールのこういう大胆なですね、実験的なものがあったということが一つの下敷きになっているので、そういう積み重ねがあった上で、ミュンヘンできるという、そういう実績はですね、ちゃんと評価していかなきゃいけないというふうに思います。で、モントリオールから運んできた IL もですね、何度、10回ほど訪ねたことがありますが、確かに魅力的な建築ですね。右下はまだ、この時行った時は、オットーがお元気でして、右下に背中で黒い背広を着ているのがフライオットーです。で、この時はまだコンピューターないんで、曲面を下でネットを作ってて、それを3次元のワイヤーで、座標を読み取るんですよね。で、それで設計図を書いたという、そういう時代のだったので、代々木と同じように手仕事だったんですね。そんなことで、軽量構造がフライオットを作ったという功績は大変大きいんですが、実はこのフライオットがミュンヘンというと有名なんですけれども、本当は作ったのはポンペアですね。ミュンヘン、ポンペアはフライオットを取ったわけじゃなくて、ベーニッシュという、建築家が、ハインツ・リスラーさんと組んだ仕事なんですね。ですけど、それはそのままで心配なので、やっぱり、技術的にちゃんとしろということで、レオンハルトとフライオットを呼んでですね、そこに参加させたんです。で、左下がそのコンペの模型もそうなんです。これが最優秀に選ばれた案なんです。で、レオンハルトやシュライヒの案は、右上の、英語の手紙なんですが、こういう案なんですね。で、なんでイスラーが入ったかと言いますと、イスラーさんっていうのは、RC シェルの有機的な、右下にあるような、こういう曲面シェルを大変その当時頑張ってやってましたので、それを一つテンションに応用したらということで、RC シェルのイスラーさんが、設計案に加わったんだと思います。当時は言いましても、そのスケールが非常に大きいんで、基本的なシステムをどういうふうにやるかっていうことを、根本から作っていったわけで、それはすごいなと思いますが、当時はまだコンピューターがありませんので、こういうネットで模型を作って座標を測ったりですね、そういうことを全然やってた。で、一部途中からコンピューターもかなり出てきて、それも参加したという、二つの流れがあったようです。テントでも小さいものですと当然できるわけですが、同じ形態であっても、それをケーブルに置き換えていくというですね、この辺の、アナロジーというのは大変面白い世界だというふうに思います。で、メッシュが75センチでですね、最初提案されてたんですが、それを少し狭くしようということで、だいぶ、シュライフと議論をしたという記録が残っていますが、二人はあんまり仲良くなかったんですね、夫とね。同じ町ですから、やっぱりあるかもしれないですね、ライバル式。でもやっぱりケーブルをダブルにして一本のボルトで止めようとかですね。あるいはケーブルの太さをいろいろ、柔軟性を組み合わながら、いろんなケーブルを使ったという意味では、まさにケーブルのショーケースみたいですね。でこれは貴重な写真でして、コンペが行われたすぐの後だと思うんですが、一番左にいるのがイスラーさんですね。左から2番目が建築家ベーニッシュさん。この2人が最優秀になって、その次のフライオットが呼ばれてきて、で、白石さんがいて、レオンハルトのメガネの2人。ということで、誰がこれからやるんだみたいな話をしてると思うんですが、行き詰まるような空気が流れてきますね。それで、イスラーさんのスイスのアトリエへ行きますと、その最優秀だけど、自分が中心になれなかった思いもこもったような模型がですね、アトリエの壁にかかっている。なんとなくそれを説明するときのイスラーさんがうっすら涙を浮かべたようなね、そんな光景も思い出されます。で、イスラーさんってやっぱり大変な人でして、キャンデラのような時代はですね、人件費安ければシェルフできたわけですけども、イスラーさんはスイスの中でつい最近までですね、
やっぱり1000を超えるシェルを作ってきたわけですから、それの作り方も含めてですね、その価値をですね、どういうふうに生み出すかという総合的なですね、デザインですかね、これをかなり追い詰めた方だと、ぜひ皆さん機会があってください。で、研究室にも何度か来てくれました。で、今の4号館が、皆さんがね、いたと、ちっちゃい部屋なんですよ。で、僕はこんなちっちゃくて、なんか、イスラさんの工房を見て広いんじゃないですって言ったら、いや、君、コックピットって一番重要だ。どんな大きいジャンボもコックピットがちゃんとしてれば動くんだっていうような話を言いましてですね、励ましてくれました。で、私たちも模型を一生懸命作っていろんなプロジェクトをやってました。イスラさん自分の設計は模型でしかやってないんですが、模型っていうのはとても大事だよっていう話をですね、一生懸命してくれました。そんなことで随分元気をもらいながら我々も勉強できたかなというふうに思います。そんなこともあって、今思い出のいくつかの写真を集めましたけども、1972年、真ん中に左上、白石さんが若いですよね。そして4つ違うんですけども、世界の巨人みたいな感じです。私はまだ論文も書けなくて、34歳でしたね。で、その後下の ISS の会場でイスラーさんと白石さん、とても仲いいんですね、2人が。で、3人で写真撮るって撮り終わって気がついたんですが、2人ともしゃがんでくれまして、背の高さを揃えてくれた。本当頭一つ違うんですけどね。それから、プライオットさんも、彼はあんまり多くないですね。そんなに多くないんですけども、やっぱり偉大なる巨人ですね。そんなことで、いろんな人たちの影響を受けながらやったいかなと思います。で、白石さんも昨年のここで、皆さんの忍ぶ会を言ったら同じ日に亡くなっちゃってですね、とても残念なんですが、彼は、目指した世界っていうやっぱり軽量構造というようなことが、いかにその今の、環境問題とかですね、そういう問題に大事なことなのかということをいつも口を酸っぱく言ってましたし、それから何よりも彼が目指したのは、ソーラーチムニーって言って、自然の灼熱の砂漠の中に大きな太陽の屋根を作りました。その中で温まった空気を上らせて、そこに、仕掛けた、プロペラですね。あれでもって熱源を起こす。で、10万都市を作っていく。で、それを次から次へ砂漠とか人が住めないところに作っていけば、人類に生き残るんじゃっていうことをずっと事務所でやったんですよね。で、いくつか私も仕事になりそうなチャンスがあったんですけど、それを実現できないで終わっちゃったのがですね、一番、残念だったんじゃないかなと思います。それくらいその技術と環境っていうことに対して一生懸命考えて必要かなというふうに思います。で、先ほど尋ねた IL というですね、軽量構造の大本山みたいなところがあったんですが、フライオットがクルトジゲルの指名でなってから、しばらく経ちましても、フライオットの年配になったので、次の後継者ということになったんですが、なんと不思議なことに、普段は仲の悪いと思われるフライオットと白石の両方の指名で、ゾーベクさんですね。山下さんもゾーベクさんに会ったんだよね。ということで、ゾーベクさんは日本構造デザイン賞の、私は会長の時に差し上げましたけど、皆さんご存知の丸の内の出たところの左側の JP タワーのファサード、それから八重洲に出たグランルーフも、これはゾーベクさんのデザイン。あれは日本ではできないですね。ただそれがなかなか表に名前出ないのがまた不思議なところなんですが、そういう思いで見てもらうと、いかにこういうデザイン、エンジニアのデザインがすごいかっていうことはよくわかると思います。で、ゾーベクさんはたくさんは作品はないんですが、私は、訪ねてよかったなと思うのは、このガラスルーフっていうですね、ちょっと離れたところ、かなり
離れたところのバスでみんなで、吉原さんたちと行ったんですよ。研究室で模型を作ってもらったんですが、ガラスがですね、留め金が一つもないんですよ。挟み込むだけでそのガラスを瓦のように並べて、それで風も通るし、で、光ももちろん。そういう、非常に隙間のあるメンブレーンというかな。そういうものを実現してるんですね。これは面白いなと思って。それと木のこの圧縮材がね、非常に素晴らしいデザインでした。それからアンド展では、今日話題のエピソード2の3つの作品、代々木とシドニーとミュンヘンを並べてですね、この3つをみんなに考えてもらおうということをやりました。何を考えてもらおうかっていうのはですね、これは結構いろいろ物議を醸しそうなんですが、私はですね、この3つをなんか、どれがいいとかっていう話、川木さんほど、どっちがいいかっていうのは、まあ、設計書とは違いますから。そうじゃなくて、この3つをこう比べてみると、そのデザインプロセスっていうのはですね、実に面白い。例えば、代々木はまあ、建築家とコードが最初からこう模型を作るのをやったし、シドニーオペラハウスはウッソンのイメージをいかに実現するかっていうんで、マルプは奮闘しましたし。それからミュンヘンはフライオットのそういう、育まれてきた技術を成熟させながら、それをいかに周りの空間、あるいは景観と調和させるかという、非常に美しいデザインにしていく。なんかプロセスが全然違うではないかと。で、これをまあ、そのイメージとテクノロジーという、このアーキニアンデザイン、A フォーラムの一つの理念の一つである。こういう世界から、なんとなくこう、投影してみてですね。で、この二つのベクトルってお互いのこう相対するんですけども、これをプロセスとして見るとどうなるかっていうことをここでちょっと分けてみたわけですね。で、タイプ ABC っていうのをつけまして、A っていうのはどっちかというとイメージをこう先行させて、美しいものを合理的にやる。で、B っていうのはテクノロジーの持っているいろんなポテンシャルをうまく使ってデザインする。で、C っていうのはまあ両方がこうなんか触発しながら新しいこう世界ができるようになるんですね。まあ D についてはまた、まあ、そんな3つをですね、なんとなく分けて、どれがいいんじゃなくて、そういう見方っていうのをやると、意外とそのお互いの関係とか、それから時間的にそれがお互いにこうずれ込んでいくとかですね、そういうのがあったり、テーマ性も少しこう見えてくる。ということで、まあその代表格として今日お話ししたタイプ A、B、C というですね、これを当てはめてみたんですね。つまりタイプ A はシドネーペラハウス。タイプ B はミュンヘンオリンピック。タイプ C を代々木というふうにやっています。これはみんな意義があって、それがまあ面白いって面白いんです。どれがいい悪いじゃないし、お互いの中間もありますし、だんだんついているのもあるというようなことです。で、そんなようなことをちょっと置いといてですね、いくつかの事例をなんとなく見てみたいなと思うんですが、これたまたままあ学生諸君がいるんで、学生諸君が知ってるプロジェクトかと思うんですが、東京国際フォーラムっていうね、それから代々木の客船ターミナル、それから北京オリンピックとありますね。から新国立。まあ、いずれもすごい作品です。で、共通点、わかりますか？まあ、そのイメージがすごく強くて、それを結構エンジニアが頑張ってみんなね、ゼネコンも含めてすごい頑張って作ったという共通点はもちろんありますよね。もう一つはね、僕のなんとかね、基本計画はアルプだね。アルプの人はあんまり言わないんだけど、間違ったら悪いなと思うんですよ。多分コンペ、みんなコンペなんですが、コンペの最初の案を出すときには全部アルプ関係した。でも、最後の実設計、それから現場の実現したのは、多分鳥の巣だけなのかな。ぐらいフォーラム、客船ターミナルは SDG 渡辺さんがね、やりました。国立は、年寄っちゃったし。というような、まあそういうような見方もあるんで、ちょっとそういうことも頭に入れながら
見てもらう。二つ目の事例は、今日学生さん来てるんですが、毎年宮沢さんがやっている船橋ドーム、習志野ドームってあります。まあもう30年ぐらい経ちますが、この時もこうたくさんもう何百ってあるんですけども、それをなんとなくこう眺めていると、私の印象としてはタイプ A 的なものとかタイプ B、タイプ C 的なものがなんとなくこうあるんですよね。それはまあこじつけに過ぎないんだけど、なんかそういうきっかけっていうのは多分そういうものが今まで結構あったような気がする。まあ、こういう事例もちょっと身近で面白いかな。まあ、これは押海君がこれからいろいろ取り組む。それから日本では1980年、90年ぐらいから、いわゆるドームブームとも言うべき、日本のドームが作られます。で、その多くはコンペなんですね。唯一、東京ドームは日建と竹中の特命だし、それから右上の秋田スカイドームはゼネコンだけのコンペ。で、それはまずいっていうんで、前橋という方式になる、要するにジョイントしたものをやろうということになって、それがいろんな姿を形に変えながら、いろんなできたと思います。まあ、それはそれとして、なんとなくそのできた大きな、まあ、社会資産的なものもですね、なんとなく見ると、こう、A グループ、B グループ、C グループがあるようなね、これはね。これはね、10人投票で皆さんがまた自分たちでやってみると面白いと思う、ね。まあ、そういうものも一つの事例。これは私の本にも、それから、オリンピック施設を見るとですね、これもタイプ A のモントリオール、北京、それからザハの東京、新国立。なんとなく似てる感じです。でしかも、そのタイプ A の3つはいずれも開閉装置を持っていると。これまた面白いですよね。で、北京はやめちゃいましたけど、でも最初はあったんですよ。それからやっぱりほとんど多いのはタイプ B の、やっぱり技術的にかなり革新的な当時の最先端ものをやるような。中に磯崎さんのバルセロナなんかも入っていますね。まあそんなような見方もちょっとあるのかな。それからさらに最近の例で言うと、かつてのザハ最優秀になった2012年の国際コンペも、なんとなく A グループ的なものと B グループ、C グループみたいな、C はないね。あえてね。意味が。で、そのことはここの A フォーラムのこの壁面にパネルとしてまだ残ってますんで、これはいくらでも議論ができるようになってますんで、どれがいいかどれがいいか皆さんがまた判断してもらえばいいんですが、すぐ立つような伊藤豊さんのような案もあるし、どうやったら立つのかと、どうやったらこれ開閉には作っていうようなサナーの案みたいなって、それから結構優秀案に選ばれたりして、なんか審査員も右往左往してるような様子わかりますし、それから一つの同じ方向でもこれだけのものが、これだけ違ったテイストを持ったものね、出てきてるってことも、これもやっぱりコンペっていうのはすごいなっていう感じがしますね。から次の事例は今度は坪井先生の、まあ、仕事をちょっと見ると、なんかタイプ ABC みたいなあるような感じがするんですね。例えば岡本太郎さんってやった太陽の塔とか、それから、三浦山崎さんって新人襲名会ってどっちかというと、やっぱり結構彫刻的なケースが強い。まあ、それを先生なりに一生懸命書かれて、非常にエレガントな解放している。タイプ B の愛媛の、まあ、世界に堂々と戦って愛媛の RC シェル、晴海のスペースフレーム、それから万博の大屋根とかね、これはもう世界にもうリードできるぐらいの技術の象徴だ。これは坪井先生が設計したって言ってもおかしくないですね。タイプ C はまあ、坪井先生がやられたものもあるし、中には一番右のように、弓張りだけの、展望台が小さいんです。これは坪井先生がまあ建築もやられて、坪井義明さんたちとやられたものですけど、小さいんですけども非常にいい仕事だろうというふうに思います。まあそんなことで、新自習メーカー中田さんがまた話をいろいろご存知なのでお話があると思いますけども、これもいろんな工夫があって面白い。また機会があったらお話したい。まあそんなことで前にもお出しした、坪井先生の美は合理性の近傍にあるっていうのも、そういう作品をこう通してみるとですね、
なんかそれを頷けるような作品もあるし、あ、これを言葉を発する先生の辛さみたいな、なんかなんだろうな、思いのこもったような言葉でも。だけどこの言葉っていうのは結構魅力的だと同時に、いろんな一人歩きみたいにもしちゃってですね、中には建築家の方がですね、合理的ではない、こっちはあまり合理的ではないよって言ったりすると、いや、美は合理性の金庫であんな、これはいいんだよ、みたいな、逆転取ってくることもあったりですね。面白いんですけどね。実は先生の本当の辛抱っていうのは、実はこういうことなんですね。美は合理性に立脚しながらですよ。ここから少し外れたそう。これが大事なんです。ここをほとんどの人が忘れちゃってるんですよね。だから都合のいいの上のは解釈されて、本当はここの、だからまずこれで立脚するっていうことが本当に大事なんです。ここをね、ちょっともう一度最後のスライドになると。で、私は、そういう言葉と同時に、こういうふうに合理性の記号には、少しあるということも、なんとなく少しおしゃべりしていきたいな、というふうに思います。ということで、多分最後の、終わりましたね。ちょうどいいね。終わってないのかな終わってない。ちょっと待って。終わったのか終わってないか。どこまで行ったんだっけ終わったのか終わんないのかなあと1名あった。もう久しぶりにありますので、終わったね。終わったことにしよう。終わったことにしましょう。ということは、シドニーと、ミュンヘンまで行ったのか。はい。行ったんだよね。行ったんだよね。だからさ、行ったんだよね。行ったんだよね。だから本当はもう、そうか。21世紀にいいんだよね。だから、わかった。エピソード2は終わりました。はい、エピソード2は、代々木と、シドニーとミュンヘンを3つをやったときに、新しいその見方としてですね、タイプ ABC っていう見方が、ひょっとしてあるんじゃないんですかということをお話しするというのがエピソード2でした。エピソード2の画面が一つ、これ抜けてたからちょっとわかんない。ということで、エピソード2まで終わって、かなり終わりました。4分の3ぐらい終わったんです。残念ですけど。この辺で、とりあえず、キリがいいんで、エピソード2まで終わったということで、終わりにしましょう。ありがとうございました。すいません。自分では分かんなくなって。それでは皆さんから少し、質問とかコメントをいただきたいと思います。1番目は、山田先生。山田さんいる？はい。山田さんは大丈夫？風？大丈夫。聞こえますか？うん。大丈夫です。昨日話したんだけど、ちょっと。はい。私ありますか？映ってますか？映ってるよ。共有されてますか？映ってる。共有されてます？声入ってます。画像はないですね。画面共有されてますか？いや、こっちはすればいいんですか？これ映ってますよ。山田さん映ってるよ。そうですか。じゃあ、よろしいですかね。はい。ちょっと説明をしますが、見えてますかね。さっき話にあった、斉藤先生のちょっとコメントがあったんですけど、オペラハウスっていうのは、右のユニットが3つぐらい繰り返されている、白鳥の群舞というか、カモメの群舞というかですね、そういう構成をしているんですね。で、これが、先生が言われたように、TWA とほぼ類似でして、これ下の絵がありますけども、こういう片持ちしてるなわけですね。三角形があって、そこから三角形が飛び出てると。つまり、シドニーも TWA も同じ構造システムだと。タイポロジーですね。片持ちしてるという類似なわけですね。で、これは下の写真ありますけど、
組体と相である扇と。ですね。で、もう少し話を発展させると、こちらは、黒川紀章さんの、クアラルンプール空港ですね。でこちらもこれを、繰り返したものでして、つまり、固持ちしているというタイポロジーにありますので、まあ、今まで言った3つは、その形は違いますが、全部同じ構造システムだと、同じ仲間だということができますね。で、まあ、話戻って、なるほど。なんていうか、球面ですので、すごい、なんていうか、比較的なジオメトリカな表現なんですけども、まあ、TWA は、創造的と言われるように、数学で表せるような形態ですので、まあ、表現が違っていると。ただ、やっぱり三理連は、もしかしたら、オペラハウスの根源を見て、まあ、TWA を、思いついたのかもしれないというわけですね。私の話は以上です。山田さん、ありがとう。面白い。はい。それでは、小瀬先生、お願いします。いらっしゃる。小瀬先生、いらっしゃいますか？違う。小瀬先生、いらっしゃいますか？今出られない。あ、じゃあ、ちょっとまた後で。そしたら、小先生、小さん、いかがですか？小先生、いかがですか？こんにちは。今映ってる。こんにちは。ああ、久しぶり。久しぶりです。久しぶり。先生、さっきから言ったタイプ A、タイプ B、タイプ C のことは、よくわかりやすいんですけど、でもそれは結果としての見方でしょ。私の質問なのは、始めるときはどう始めるのか、合理性から始めるのか、それとも美しさから始めるのか、そういう質問なんです。出るってのは画面出します。いや、いいよ、いいよ。まあ、また機会でそういう話もしたいんですけど、私は結果ですねっていうのが面白いなと思っているんですけども、結果も大事ですけど、結果じゃなくて、スタートもですね、やっぱり結構 ABC 的なスタートがあるんではないかと。だから、スタートは例えば、ABC に分けたとしても、それが移行していくって結果としてこうなったっていうことも当然あるわけですよね。当然あります。だからそれは、スタートはこういうタイプだったけど、結果はこうなったっていうこともありますけども、やっぱり、それはね、例えば、私がちょっと後で喋ろうと思ったら、例えば、先日、東京オリンピックでやった、有明競技場なんていうのもやっぱりそうなんですよ。あれじゃあ、タイプ何に入るのって言ったので、私はずっと答えが詰まるぐらい、タイプに分けられないような難しいものなんですよね。きっかけは例えばタイプ A でスタートしたんだけど、できてみるとタイプ C だったじゃないかと。そういうのがあって、でもそれをちゃんとある程度説明できたらすごく面白くなって。だからそれを逆に言うといろんなエグザンプルを含めて
これはこういうのがありますよ。これ当てはまらないですよねとか、なんか出してもらうと、すごく面白いんで。それはぜひ、皆さんでトライしてもらって、またディスカッションできたらと思います。だから結果、今は比較的分かりやすくて、スタートもそうだし、結果もそうだったのをたまたま挙げたんですけども、実際のプロジェクトっていうのはもっと複雑で、それが逆転してたり、そんな俺はタイプ C をやってんだけど、タイプ A なんて決められたらとんでもないと怒ったり、怒られたり、よくやるんですよ。例えば、ザハのやった申告率なんかも、実際にそれを担当している人と、対面でディスカッションしたときに、僕はタイプ A でザハのやっぱりイメージってすごく強いですよねって言ったら怒られましてね、タイプ C を目指してね、決まってるじゃないか。いうぐらい、見解が違うところが面白いんで、でもそれをディスカッションしていくと、本当のどういうことを目指すべきかって見えてくるんですよ、テーマがね。だから今の話はとても面白いんで、どういうところで切るかと。それから切ったものがどういうふうに変化してたっていう、なんか事例を皆さんで少しやってもらうと、とても豊かになると思う。ぜひ、お願いしたいと。また難問をつけてください。そういう事例をこれからも出していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それで今日先生の元気の姿を見えて、本当にありがたいです。そうだね。ぜひまだ健康でいてください。父さんは台湾から参加してくれまして、ありがとうございました。30年パイプが若くなったっていうんで、他も動けないように頑張りたいと思います。ありがとうございました。マークさん、ありがとうございました。それでは、今日会場に、学会の委員会から参加してくださっている方がいらっしゃいますので。すみません、お尻を向けて。何かちょっと。何かちょっと。じゃあ、声言ってますか？ここで、これがマイクなの。なるべく前で。あれが、すごい、マイクです。まとめた話は、主査の松本先生に話してもらうと、今のタイプ A、タイプ B、タイプ C っていうのは、非常に私も関心を持っておりまして、要するに、空間っていうのは、形態と、それから構造というのをですね、よく大雑把に1と2つ持ってて、それが、どういうふうにバランスが取れてるのか、非常に大事だと思うんですが、その一つ前に、建築ってのはやっぱりこれをやろうと思って目的を持った時から、最後壊れるまで、プロセスがあるんですね。で、しかも設計もプロセスを持っているので、その間にいろんな変遷があるわけですから、今おっしゃった話っていうのは、建築も長いプロセスの中にあって、設計も長いプロセスの中にあると、その、美しさというか、空間の形態というか、そういうものと、それを支える構造という技術という、バランスがですね、そのプロセスの中でコロコロとは言わないんです。大きく変わっていくと、いうこともあると思います。で、やっぱり建築を設計するという中では、構造というものをどういうふうに捉えるのかっていうのが、ものすごく、要するに骨格だから大事なので、それは、驚くほどいろんな設計者がですね、関心を持っている、大事なものだと思ってるんですね。だから対立するものではなくて、どう調和していくのか。それが大事なんだというふうに思います。はい、私からは、湯本と申します。ありがとうございました。いいですか。松本と申します。飛び入りで失礼します。今日、斉藤先生のお話、大変興味深く伺いまして、最後の方にまとめていただいたタイプの話ですね。その、イメージ先行、それからテクノロジー先行ということと、それから大井先生、斉藤先生の言葉として、美と合理性っていうのが出てきて、そのイメージとテクノロジーっていうのは、美と合理性っていうところに重なってくるんだと思いますけども、今、議論がなされてたように、それが、どっかの段階で固定して決まっているということではなくて、その時間の中の流れの中で変化していくということと、あともう一つ、その人の思考が、
なんていうんですかね。それぞれの一応専門分野に分かれてこう共同作業をしていくと思うんですけども、それが完全にその分野が違うことで分かれてしまっているというよりも、その今の2つのタイプの間を一致をするというかですね、例えば誰か相手が考えていることが自分にとって重大なヒントになったりとか、それは自分自身がそのウッドのように救命を見つけるってこともあると思うんですけども、だからそういうことの人のコミュニケーションのやり取りによって、でそういう2つのものがつながっていくというか、超えられていくというか、なんかそういう場面がいろんなケースがあるのかなということを、話を伺っていて、その可能性を感じました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、加藤さん。加藤琴文さん、お願いします。会議でファイルを共有しました。今、チャットにちょっと貼らせていただきました。井上内先生が出てきて、懐かしいなと思いながら、以前見たことがある、代々木の空調の図面というのを少し思い出しました。で、一部はちょっと今、チャット欄に写真も貼っておきましたので、見ておいてもらえればと思いますが、やっぱりその空気の流れと空間が一つ親和性を持ちながら、そこにどんなふうにこう、大空間を空調していくのかっていうような、大空間がその、構造的な部分だけではない、設備環境的なエンジニアリングもかなり醸成していったなというようなことを非常に興味深く今日の話を伺いながら重ねてました。以上です。何の写真だろう。これ、空調の、ダクトの一部にいろんな書き込みがされている図面なんですね。平面の一部だったと思います。代々木です、これ。代々木の空調の図面です。代々木の体育館の空調の図面の一部ですね。もうちょっと分かりやすい写真もありますけど。来た。これをみんなに共有すればいい？僕が写真共有すればいいんですか？我々しか見てなかった。これ写真？いや、写真を撮ってる。これを写真撮ってる。そういうことか。これです。そうですね。ちょっとどこだかわからないみたいな感じだと思いますけど、側面の吹き出しのところの一部だったと思います、ね。これはですね。加藤さん、ありがとうございます。はい。素晴らしい。ちょっと一瞬だけ。映ってますか？はい、映ってます。ちょうど吹き出しのところの一部と、この右上のあたりに今の玄関付近とかっていう、玄関付近の一部のその換気装置のあたりとかですね。そんなのが。こんな図面も見た機会があって、今みたいな感想を書かせていただきました。はい、以上です。加藤さん、ありがとうございました。はい、そしたら、和田先生、お願いします。どうも。楽しく聞いてました。私も今度も地震があって、やっぱり構造物が壊れちゃうと、なんかいろいろ言ってる話がみんなガタガタになっちゃうなっていう
気がして、全部がうまくいってる間はいいんですけど、この前、建築雑誌の特集号で、伊藤豊さんと佐々木睦郎さんのメディアテイクが特集でみんな、後輩たちがいろいろ、ほとんどみんな、すごいすごいって言ってるんですけど、どこにも東日本大震災で天井が落っこったことや、外のガラスが割れたことを問題にしてないんですけど、やっぱり大前提は、人より派手なっていう言い方失礼だけど、なんか決まったことやるなら、その周りに立ってる建物より丈夫じゃないと、頑張ったけど壊れましたっていうのがちょっと許されるかなっていう感じがしているんですけど、皆さん、特集号読まれたでしょうか。やっぱり今、斉藤先生の ABC、いつもなるほどなと思って聞いてるんですけど、僕なんかは少し建築や構造に入り込んじゃってますけど、普通の人が見たとき、説明も聞かなくて、なるほど、なんかよくできてるなって、普通の人が感動するような、そういうのがいいかなと思ってるんですが、それいろいろ、その考え方をこうやって整理していただくのすごいんですけど、例えばバッハの G 線上のアリアなんていうのを音楽の専門でもない、そんなバッハとかベートーベンも知らない人に聞いてもらっても、これは素晴らしいなって簡単な音楽だけど美しいなってほとんどの人が思うと思うんです。バルセロナのドイツパビリオンなんかも説明なんかなくてあそこに入ってったら、これがモダン建築なんだって、1930何年ですよね。そういうものが作れたら一番いいなと。ちょっと直接 ABC にならないんですけど。それで皆さんは、僕は音楽が好きなんですけど、銀座とか六本木にケントスってのがあって、エルビス・プレスリーの音楽とか、もうサビまでぴったり同じようにやるミュージシャンがいて、だからいろいろな分野でやっぱりアメリカは進んでる面が多くて、それのコピーを超えないといけないなっていうか、学生時代ピーター・ポーランド・マリーとかブラザーズ4とか真似して、今度デキシーランドジャズも真似するバンド作って、本当にアドリブまで全く同じようなことをやってたんですけど、じゃあ今、建築構造の分野は、斉藤先生は僕らもう50年、60年やってて、やっぱり世界の人がやってないことをやってるって言えないとまずいなと思って、全然ロジカルじゃないんですけど、それでこういう場面でいつもジョン・コルトレーンっていうジャズのテナーサックスの奏者がいて、もう亡くなる1年か2年前の演奏を日本で聞いたんですけど、ピアノとドラムと、ベースもいたと思うんですけど、みんなバラバラなんですね。メロディーもないし、リズムもないし、それが一番のその1970年代の進んだジャズ、これがすごいすごいって言ってみんな聞きに来てて、クラシック音楽聴くみたいに静かに聴いてて、でも先輩と一緒に行って、誰も分かってないはずだから、この辺で2人でめちゃくちゃ拍手しようってやったんです。そしたら会場はみんな拍手になっちゃって、いかに素人の集まりが多いなと思って、だからやっぱりちゃんとしたプロにならないといけないなと思っているんですけど、構造設計やっててガラスが割れました。だけどみんなが褒めるっていうのはちょっとまずいなっていうのは思ってます。みんな佐々木先生も伊藤先生もみんなの尊敬する人ですから言いにくいんですけど、みんながあれでいいっていうふうになっちゃうのはいけないなと思って、それで要するに人に
僕はこういうことでこうやったからいいでしょうって説明しないと良さが通じないっていうのはダメで、本当に子供からじいさんまで、あ、すごいって思えないといけないなと思ってるんですけど。まあ、いつも思ってることを言っちゃいました。原先生、ありがとうございます。まあ、和田先生の何か言わんとすることはわかるんですけども、一つです、ですね、内田先生が先日、忍会をやったりして、改めて思ったんですけども、内田賞っていう素晴らしい賞がかつてあったんですけども、で、10年間ぐらいかけて、8つか10ぐらいの表彰をされたんですけども、で、その対象が、主として日本の家屋に関する、畳とか天井とか、そういう何気ない技術っていうんですかね、そういうものを、いかに評価するかっていう、熱い作業を、結構、そうそうたる人たちがやって、それを研究者がサポートしたようなことをちょっと拝見したんですけども、技術っていうのは意外と、わかりにくいんですよね。で、音楽とか映画もそうかもしれないけども、1回見るよりは2回見た方がわかるとかですね。あるいは少し解説をしてもらうと、あ、そういうことがあるんかっていうことが分かって、改めて感動するかっていうことが。感動ってやっぱりいくつかあって、見た瞬間に感動してよかったなと思うと同時に、理解して初めて、あ、そういうことがあったんだっていう感動するともあるんですよね。そうですね。美術っていうのは、だからそういう意味では、見た目の造形的に感動して空間に行って、わっと思うことも大事だけども、その裏にある話っていうのは、あ、実はそういうことだったんだっていうことを見て、改めてわかる。それはだから全部に分かってほしいっていうことよりも、そういう世界もあっていいと僕は思うんですよ。万人が見て、あ、これは自然の山の中と海を見て綺麗だなっていうのは、それは万人を持つかもしれないけど、技術はもっと違ったら、あるいは建築ではもっと違った見方によってその味わいっていうのが出てきても僕はいいと思うんですね。今日話したことも、多分普通の話では出てこない話をあえて今日はしたんですよ。あそこの中に入って、あ、こんなすごいのをやったの、俺も建築家になろうっていうのは、それは普通の人の感動だし、もう当然の僕は感動だと思うのね。それはそういう感動であっていいと思うんだけど、やっぱりそれ隠された、あのことってあの一瞬があったからできたかとか、そういうことをすることによって僕はすごく感動を受けたもんだから、その感動の一部を今日ちょっと喋ろうかと思って、喋らせてもらったわけです。そうですね。こんなことがあっていいんじゃないかという、その一部を僕は話したわけで、いい建築するための、その全てを話すつもりは全くないんで、それはまた別に妹さんたちがやるかもしれないし、それから建築とそのエンジニアの共同って言っても、いつもそんな滑らかに言ってるはずがなくて、川口先生の話も今日はやらなかったんですけど、川口先生がよく言われたり、それから国際会議なんか時々あるのは、なんかものすごい巨大なお金をかけて巨大な資産を作って、だけどそれを誰も何も言わないで当たり前に受けてる。だけどそれがおかしいじゃないかっていうことを言えない空気っていうのもあるわけ。それから、そんなおかしいものを作る、なんでもっと早く、もうちょっと正しい議論なり、見方ができなかった。もっとエンジニアって早くから積極的に参加すべきじゃないかって声が時々あるんですよね。で、そういう声っていうのは全く届かないんです。やる人もいないし。だからそういう評論、建築評論はいっぱいあるかもしれないけど、構造評論的な技術評論っていうのは、もっとあって叱るべきだっていうのが僕の今日の最初のスタートのきっかけだったわけです。だからそういう話を少しでもできれば、なんか参考になるんじゃないかという意味で、今日話しました。はい、終わるべき論っていうのはまた山本さんたちがやるのは多分違う話が多分あるんだと思うんで、そうじゃない、実際のものを通してこうだったよ。で、たらればであればこうだったんじゃないかって話をもうちょっと明らかにできるときがあれば、それはそれで意味があるんじゃないかというふうに僕は思う。全く異論ないです。はい。だから多分、山本さんたちがやってる建築計画の空間論とか組み立てプログラムの話と、我々がここで喋ろうとするプログラムって必ずしも一致してないんだろうと僕は思うんで、あえて今日は来てもらって、こういうような話をね、今後、もしできるならそういう議論も面白いかなっていうの。多分、建築家のとか計画のとか遺書の人が集まってる議論って全然違うだろうと僕は思うんですよね。僕らがもうちょっとやりたいって思うことですね。
それがどこで、だから別の世界でやってもしょうがないけど、どっかでやっぱりそれが共有できれば面白いかなっていう。あと、まあね、韓国の先生から、初めから A ですか B ですかとかあったんですけど、まあ、高橋貞一先生とか一緒にやってて、からまあ、多田先生とか、もうみんな亡くなっちゃったけど、設計の途中をすごく混沌としてて、ロジックがあって作ってんじゃなくて、みんなのアイデアでどうしようかって、ある瞬間、その混沌が解けて、これだったらみんなが思ってることが解決できるっていう瞬間があるって、そういう、なんか道筋があって、歩いていったら答えがあるっていうほど簡単じゃないっていうこともあって、まあ、後で見たら、思いと違うところでいい答えがあったっていうこともあるのかなと思って。いや、それは当然そうですね。それがプロセスっていうもんだと思うんですよ。ただ重要なのは、目指すべきものが、当初ね、どういうふうに掲げられるかっていうことは実はすごく大事なんですよ。それが今の IT 時代になると、それが非常に曖昧になってる。そうですね。で、かつてのもそうだけども、とんでもないものが裸の王様のようにできてしまって、それをひたすら奴隷のごとくエンジニアが一生懸命やってる世界も結構あるわけですよ。でもそれを誰も言わないわけです。そういうことがもっと評論としか議論として大事だっていうことは、時々僕は目にしたり、ものの本で読むんで、そういうことも紹介したいなっていうのが今日の一つのきっかけです。言わないんですよ、みんなね。だけど、そういう世界がほとんど当たり前だみたいんじゃなくて、やっぱりエンジニアの持ってる誇りとか境地とか、やっぱりその魅力とかね、そういうことをもうちょっと表に出るようなことが喋れればいいなっていうのが僕の今日の。そうですね。そういうことがうまく伝わるかどうかって非常に難しくて、今日喋ってても本当に難しくてですね、そのプロセス論をやってるわけでもないし、結果論で父さんのように言ってるわけでも何でもない。ただ目指すべき、そのスタートっていうのは今、うんと大きく、だから高橋誠一さんの喋ってる話と、そうじゃない世界っていうのはまたあるんですよ、いろいろね。ここはやっぱりウォッチする必要があるんじゃないかっていうことを今日ね。そうですね。ありがとうございます。わかりやすく言い過ぎちゃったんで、ABC って言いたくないんで、本当は難しいんですよ。これね、難しいんだけど、そういう事例を通して、この事例はこういうようなプロセスで動いてこうだったよねっていうことを、やっぱり事例を重ねてくることはとても大事だろうと僕は思うんですよね。そこで初めていろんな議論なり、見方っていうのは成長するんじゃないか。そういう話はあんまりなさすぎて、みんな結果だけで賞をあげたり、あげなかったり、そういう話ばっかり多いんですよね。結果に対して賞をみんな与えるようとするじゃないですか。だから、賞はそうじゃなくて、そのプロセスがどういうふうに歩んできたかのをしっかりとウォッチしようというのが賞の一つの特色だと僕は思ってるわけね。そのやっぱりプロセスはとても一番大事だと僕は思う。それから最初の思いはどういうところにあったかということが、やっぱり一番プロジェクトにとっては大事だろう。そこをもうちょっと議論をした方がいいんじゃないっていうのが今回のきっかけです。すいません、長くなっちゃった。いやいや、そういう話を大丈夫。ありがとうございました。はい、こちらこそ。ありがとうございます。そしたら学生。はい、この議論の後に学生。難しいと思うんですけど、せっかく今日は4名学生、日大の学生来ていただいているので、日大の学生の方から、質問をしていただければなと思うんですけど、そしたら西尾君の方からこっちまで来てもらって。よろしくお願いします。西尾です。こんにちは。先ほどABC っていう話があったと思うんですけど、プロレスだ。わかりやすいです。斉藤先生が実際にその設計とかをするときに、ABC のどこから考えることが多いのかっていうところと、あと一番最初にその A か B か C かっていうのを決定するときっていうのは、どういった思考っていうか、どうやってそこを決定するのかっていうのを聞きたい。いやいや、すごいいい質問すぎて、僕は一番そこを質問したいところだったんだけど、一つね、このあんまり分かりやすく喋っちゃうと誤解もあるのかもしれないけど、ちょっと分かりやすい話だとすると、設計ってのは、クライアントがいて、それで建築家がいて、構造家がいたりするわけじゃない。だけど、ものによってはクライアントが
の出したテーマが、どれが一番大きいテーマかっていうのはね、場所によって違うんですよ。場面に。だからいつもその建築家がいて、その下にこういるっていうわけでもなくて、時には設備の人がトップで、いろいろお手伝いで建築家がこうとかいうこともある。だからまずはそのテーマっていうのは、プロジェクトごとに大きいテーマって違うっていうことが、ある程度分かった方がいいわけ。だから例えば、さっきの習志野ドーム習志野ドームなんてクライアントいないわけじゃない。はい、じゃああそこに建築家いるかと、構図がいるかいないわけじゃない。みんながそういう人になる。昔の棟梁だってさ、建築家であれ、エンジニアって一人の人格の中にみんないたわけで。ね。だから棟梁には何を目指したかっていう。やっぱり、その世襲がいて、それから社会があって、そこにどういうものが必要かってものに応える、そういう役割をしたわけで、ね。で、最近だとそれは職業とか書いてある。場合によっても書かれる。じゃあ研究室にいる大学院としての僕らとか僕らの研究室は一体何か。今日は別に営業部門を持ってないわけじゃん、研究室。だけど、すごい数のいろんなプロジェクトに関われたわけじゃん。時には、例えば坪井先生もそうだよ。かつてあんなたった14年ぐらいの間にあれだけの仕事をしたってことはさ、不思議じゃない、あれがだからまずは右下な、そういうことだ。なんで設計事務所の前にあんな仕事をさ、当時やられたか。だからそれはその時の社会状況だった。いろんなことがあるんです。そういうふうにその設計とかそういうやるっていうのは、いろんなバリエーション、いろんな多様性があるってことね。で、うちで例えばやる、あるいは僕がやるっていうことは、例えば建築家が一番身近にいるわけじゃん。設計がいきなり来る。建築家がいたときに、建築家がさ、もう最初すごい強いイメージを持ってて、もうこれは絶対やりたいんだ。例えばザハラがわかりやすい。もうこれをやりたいんだ。なんとかこれをお金の中でやりたい。もしそういう仕事来たら、僕は迷わず他の事務所を紹介します。だって優秀な設計事務所はいっぱいあるし。それからゼネコンだってそれだ。うちはゼネコン研究室でゼネコンってやる仕事いっぱいあるわけだ。なんでうちにそういう仕事にチャンス？そういうの疑問のことだね。まあ、確かに。わからないです。わかんないだろ。だからそれは、もう決まってるこういう、まあ、それを僕が簡単に言うタイプ A です。もうはっきりしてて、これをやりたいんだ。それをやるためにやっぱり法規もあるし、コストもあるし、あるからゼネコンだったり、建築家がいたり、構造事務所がいるわけだ。そうです。我々のところへ来た作品って、まあこれからそういう話を少ししていこうっていうのがこのパート2なんだけど、大体仕事やってる時って予算があんまりなくて、法規があんまりなくて、だけど世界で初めてのことをやりたい。新しいことをやりたい。挑戦したいっていう時は、うちは研究室でやります。そうじゃないとやらないよ。そんな、それはだから、そういう先生がいた時の大学と違うわけだ。あの時代は他にないから、一つのそういう権威もあるし、自分の近い実験室を持ってるから、ゼネコンじゃできないことをやったわけです。だからそれは実力ある特権されたところで、今の時代は違う。で、簡単にうちはだから、そういうやりたいことと、ある条件が決まっていればもう、いわゆる仕事。そういうのを簡単に言うとタイプ A って。で、逆に言うと今度は研究やってると、いろんなテーマが見つかってるわけよ。いろんな素材、木だとか膜だとか、案外世の中に埋まってない。あるいは鉄板だとか。そういうのを研究テーマでやってるうちに、これはなんか世の中に出したいなとか、実現できたら面白いっていう、そういう夢がこう出てくる。そういう時はチャンスなのは、逆にちょっとしたきっかけでそういうのを提案したり、やることによって、それがプロジェクトですから。そういうのがタイプ C っていう。それでできたものは、父さんじゃなくて、結果的にはタイプ C でありたいと思ってる。難しい。だからそういうことをなんかこのパート1、パート2でずっとやってみたらどうかっていうのがパート2のこれからの。だから作品紹介じゃないんですよ。そういう意味ではね。だから世界のいろんな刺激を受けながら、こう、学会行ったりして交流したりして、いろんなことを受けながら、そういうものをどういうふうに今後いくかみたいな考え続けてきたと思うんですね。そういうものは一つ面白い歴史。
だからこの仕事をこなしていくっていうのは事務所があるんだから、そういうことやればいい。だから何が新しくて、あるいは何がこの、あるもののテーマって何かっていうのを見るっていうことが大事なんだ。何がテーマだからそれは芸術者でアーキテクトで演じる対等の時もあるし、アーキテクトが圧倒的にあって、それをもっと予算で収めることだけでもいい。安全、あと和田さんが言うように安全で経済にやってもエンジニアの仕事です。だからエンジニアってなんかいろんな仕事の役割があると思うんだよね。ただうちの研究室はそんな生涯稼ぐわけじゃないから、そういうことだ、無縁のことってんじゃなんだ。それもエンジニアの一つ。だからそれも研究室の大きい役割なんでね。だって研究室は別に儲ける必要ないんだから。そこから新しいことできるわけ。だからそれやらないと思う。ゼネコンの研究術があるからも、それはまた違うわけだよね。研究所はゼネコンの施工を支援する。あるいは計画を支援する。だから大学ってもっとフリーなわけだから。もっと果敢にいろんなわけだ。だから論文のための研究じゃなくて、やっぱり建築のための研究であったり、構造のための研究であったり、やっぱりそういう魅力的なものをどうやったらいいかということをテーマにしている。そこに、だから空間構造という一つの世界、そういうのを持ってるからやってるんで。耐震工学、和田さんが主にテーマしている耐震工学ってまた違うんだよね。それはやっぱり高くやっぱり積み重ね住むという、まあ、住まいとか事務所とかってやっぱりそれは高密として安全性で地震とか風とか、ね、そうみたいな安全性が一番です。見えないに対して。その安全性をどう確保するってのは、当然エンジニアの一番の役割なわけだよね。だからそれをやりながら、でもその上に何かあるかっていうのは、それは構造デザインっていうような言葉を使ったりする。だから構造設計と構造デザインは何が違うっていう議論も今です。だからこの議論ってなかなかね、パッと答えに僕も今喋りながら考えてるんでね、よくわかんないね。でもそういうような、ある種の、仕事ではあるんだけども、やっぱり技術の持っているその魅力とか歴史性とかこともすごく大事。そういう意味で ABC っていうかな。全然答えになんねえな。ありがとうございます。でもそんなようなものは、こうやって議論することはとてもいいなと。でもいい質問ね。一番質問した。ありがとうございました。もう、宮里さんと神田先生。じゃあ、宮里さんお願いします。はい。宮里です。はい。ご苦労様です。今、西尾君とのやりとりが私に言われているようなところたくさんありましたが、今、紹介の中で、私はもうコメントでいきますけど、時間もあれですので、習志野ドームの話がいくつか何度か出てきましたけど、まさに習志野ドームはこの ABC のいずれかに当然、作りながら当てはまるものがありますし、1993年からやってますから、今年が実は29回目で、来年には30回を迎えるという長く続いていますので、ぜひ、学生の皆さんには、そういうのを通して、ああいう大きなシドニーとか代々木並みのやつはできませんけど、もうちょっと小さいので同じような体験ができると思いますので、続けていければいいかなと思っております。今日は、前回よりものすごく元気ですね。先生も元気ですよね。元気だということで安心しましたので、引き続き、次回以降も、時間もちょうどいいぐらいですので、よろしくお願いします。心臓と相談したから。ということで、はい。では、監督。はい、宮本さんありがとうございます。ありがとうございます。そしたら神田先生お願いします。どうも、斉藤先生、今日は奇跡という意味が非常に伝わってまいりました。特にシドニーと代々木は似ているところ、それぞれの特徴いろいろあるわけですけど、人との関わりがその奇跡を生んだ部分を非常に分かりやすくご紹介いただきました。僕は
代々木とシドニーの一番の違いは何かというと、両方ともその建築の我々にはその素晴らしい作品である、素晴らしい建築であるということはよくわかるんですけれど、やっぱ市民との距離というか、そのオーストラリアの市民がオペラハウスを愛するほどに、日本の市民はあまり代々木のことを知らないんですよね。建築のプロは知ってるけど。だからそこが何が違うのかなっていうようなことを今日お話を聞いて思ってたんですけど、最後に、そのクライアントのテーマっていうお話があって、建築ってやっぱりオーナーっていうかクライアントがあって、設計者があって施工者があって建築ができるわけですけど、そのクライアントがやっぱり理解してないのかなと、日本の場合はですね、そこになんかすごく大きな問題があるなっていうようなことを感じました。今日は非常にいろいろな立場のそれぞれの人に刺激を受けるお話だったと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。今の話で、私はちょっと前から言いたかったのは、やっぱりシドニーが、ウッソンがああいうふうに、途中で、解雇というか、リタイアしちゃって、で、アラプは最後まで、なんだかんだ、ウッソンにも、だいぶ、こうと言われながら付き合ったわけですけども、ほとんど同じ作られた代々木がですね、世界遺産の話をちょっとしたと思うんですけども、世界遺産を進めている、山名さんたちの対談なんかもやったことあるんですけども、やっぱりウッソンが建築家がいなくなっても、また後年になって大改修をして、その息子さんのヤンさんをその監修のアーキテクトに選んでですね、ちゃんとウッソンの思いをもう一度込めてシドニーを大改修したという、非常に感動的な話があるんですよね。で、その世界遺産に進めてる人たちと会った時に聞かれたのはですね、今神田さん言われたように技術的とかデザイン的には代々木もウッソンも、並んで素晴らしいそれぞれの個性的で普遍的なものがあると思うんだけども、やっぱりその世界遺産にするためには、やっぱり市民のサポートが一番大事だっていうことなんですよね。それで、やっぱりシドニーがそれだけ時間もお金もかかって、当時は不評だったんですけども、あれが出来上がりにつれて、やっぱり市民の賛同を得て、場所も素晴らしい場所だったんで、そういうことももちろん観光にもあるんでしょうけども、やっぱり市民に愛された建物だということが、その世界遺産への一番の、後押しになったということは、皆さん知ってると思うんです。じゃあ、代々木は、建築家の人は、今日の話もちょっとオタクの話であれなんですが、市民の人は、じゃあどこまであれを愛してるのかっていうのは、用途も全然違うんでね、やっぱりシアターがあったり、ミュージック、音楽あったりっていうんで、シドニーがそれだけで魅力的なんだけど、それから景観も違うんですけども、やっぱり世界遺産になるためには、地元、渋谷区、東京都ですね、あるいは国民がそういうものに対する愛着の気持ちがやっぱりないと、世界の人は知ってるって言うんですね、代々木の素晴らしいのは。だけど、日本の人がどのくらい知ってるのかっていうのが、なんとなく世界の人が聞きたがってるっていうんですよね。で、どういう切り口が、その世界遺産としてはあるんですかねって聞かれたことあるんですけどね。それはだから今神田さんに言うように、そこはやっぱり一番大事で、それは使われ方とかそういうものがあるんでしょうけども、やっぱり公共建築の音楽ではないんですけども、やっぱりその市民にもうちょっと開かれた使われ方とか愛着の、視点をですね、やっぱり作っていかないと、世界遺産も難しいし、もったいないなと思うんですよね。だからやっぱりその公共建築に対する愛され方っていうのが、
とても大事だと思いますよね。それは僕も、どういう語り口でなったらいいかってんで、タイプ ABC じゃねえなってのは分かってるんですけども。実際、多分代々木だけの話ではなくて、日本における建築の存在感っていうか、その市民と建築との距離とか、そういったところが、それはだから公共建築だと、オーナーがそのクライアントがこうになるわけですけど、そういうところのなんていうか建築に対する意識っていうのも見えないですよね。それはまさにザハの新国立が実現しなかったっていうのもやっぱそういうところがすごくあると思うんですけど、そもそも何を作ろうとしているのかっていうようなところがもっとその市民と共有されていることによって、こういうものができたんだっていう市民との共有が現れるみたいな、そんなことかな。それはプライベートな建築であっても、その良い建築に対してやっぱオーナーがその建築を理解していることで、周りにその建築の良さがまた見えてくるっていうようなところもあるけれども、なんかオーナーが全然理解してなくて簡単に壊しちゃうみたいな、そのまさに日本の市民と建築の関係っていうようなことが、代々木だけではないんだろうなってすごく思いました。もう時間がなくて、終わりにしようと思うんだけど、今の神田さんの話をして、やっぱりどうしてもやらなくちゃいけないのは、やっぱり同じ時期に作られた、群馬の音楽センターがありますよね。レーモンドさんのやった。で、それをちょっと後に作られたのが香川の体育館ですよね。で、両方も岡本剛さんが構造設計やってるんですけども、レーモンドさんの方はやっぱり音楽の、市民音楽の発祥地っていうんでしょうかね。もともと戦後すぐに立ち上がった音楽サークルがずっと守る会をやっていて、非常に市民と密着してますが、今、つい最近も言ったんですけども、やっぱりレーモンドのちゃんとミュージアムも小さいんですがあったりですね、市民の人は新しい音楽が大きいセンターができたんだけども、やっぱりそれを守っていくっていうような、そういう土壌がすごく感じられるんですね。一方、香川行ってみたら、やっぱりもう使われないっていうか、天井が低いのは初めから分かってるんだけど、やっぱり市民の愛着ってそれを守ろうとかですね、いうような声がほとんど上がらないんですよね。だからそれは音楽とスポーツの違いなのかなっていう、それよくわからないんですけど、なんかその辺を、何ですかね、用途なんですかね、よくわかんないんですけど、そういうことがあちこちにあるんで、高層建築のような市場経済ではない公共のそういう大きな資産なんで、やっぱりせっかくあるものを用途を変えてでも、あるいは天井のその難しい工事なんかやめて、もっとオープンなスペースに変えるとか、やっぱり柔軟な発想でその時代に生き延びていく市民に愛される施設は僕はあり得るような気がするんですよね。やっぱり行政の発想はもう新しいんだけどすぐ壊さなくちゃみたいなのがあるんで、やっぱりそこはすごい日本の課題だろう。時間がすいません、過ぎました。そんなことをいろいろ考えさせられますね、こういう話聞くと。ありがとうございます。神田先生、ありがとうございます。どんどん広がっちゃうね。神田先生、今いらっしゃる場所、ちょっとご紹介していただいてもいいですか。私の場所。はい。ここ、絵じゃないよね。釜石湾の南に東二湾というのがあるんですね。その東二の、名前は株式会社東二小白浜まちづくりセンターというんですけれども、事務所兼住宅ということで、もう竣工して、5年になりますが、私、そこのオーナーということで、時々見に来ています。東北新幹線も止まっちゃっているので、車で来てます。はい、何時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい。
はい、では、今日のパート2はこれで終わりですけども、一言だけ皆さんにご報告と御礼を申し上げたいと思います。一昨年立ち上げましたアンド賞。第1回のアンド賞は50点応募いただきまして、非常に優れた案が選ばれたと思いますが、昨年の12月に、応募いただきました第2回のアンド賞。おかげさまで、素晴らしい作品と選考委員会ができたということをご報告したいと思います。で、最優秀は、まれびとの家ということで、地域おこしも含めてですね、新しいデザインのありよう、あるいはファブリケーションもですね、皆さんよくご存知のプロジェクトだと思います。それから優秀賞では、3点ですね、紅葉園名と、石上淳也、佐藤淳さん、小西さんとやられた、街頭広場。幻の広場であるんですけど、まだなかなか見れない、プロジェクトですが、これが優秀賞。それからもう一つは、東北大震災の、背景にしたですね、閖上の掘っ立て柱という、これも技術的には、すごい、さりげないんでありますけども、今までない技術が。ということで、これを見ても、ABC は私はなんとなく感じてなりませんが、もう本当に最初のスタートから、そのプロセス終わってからもですね、結構明確なものが出てきたというような思いがしますので、それは皆さんまた判断していただけたらと思います。いずれにしても、評価軸っていうのはいろんな評価軸があるということを改めて思いましたし、入賞された4作品も含めて、応募40作品、いずれも素晴らしい案があります。改めて御礼を申し上げたいと思います。第3回も今年のまた同じようなスケジュールで10月10日頃応募を始めまして、12月の選考会ということで、ぜひ、スケールの大小関わらず、素材、用途全くありませんし、できたら今日の話になった、やっぱりデザインプロセス、あるいは建設のプロセスという、そういうプロセスというものをなるべく力点に置きながら、建築物も、いろんな賞がありますけれども、そういうものとは一味違った重賞もあり、それからチームも個人、いろんなチームもありますので、そういう切り口でですね、ぜひ建築の社会におけるやっぱり資産としての魅力をですね、改めて先行していきたいと思います。ということで、これは冊子も作りましたが、なかなか郵送できませんので、どうしても欲しい方は来ていただくし、あとは、YouTube で、ホームページで、発信させていただきますので、選考委員の非常に熱心な公表もありますし、個々の作品についての公表もあって、選考そのものを全く公開しながら、建築学会から発信するということも心がけております。残念ながら現場行った選考できないので、現場が来ないから落ちたっていうか、分かってもらえないっていう憤りも随分いただきましたので、それはできるだけ選考委員に頑張って、選考してもらうしかないなと思います。で、最後に、パート1のご案内ですが、第4回となりますパート1は、次は歴史的な建造物のリノベーションということで、3名の方に話をしていただいて、同じ土曜日20。パート2は今日取り残しちゃったんで、次に行く前にまたちょっとやんなくちゃいけない。すいません。ということで、私も勉強しながらお話しさせてもらいます。今日はありがとうございました。それでは、KD 研究会第5回終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。どうもありがとう。どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。